リトルテイルブロンクスの、作品の主人公はみんな犬人ですが、特に理由がありますでしょうか？猫人の主人公がもっといればいいなと思います。なるほどね。確かに歴代主人公はみんな犬人ですね。まあけどこれはね、作る作品の方向性だとは思うんですけど、やっぱアクションゲーム。で、アクション RPG。で、今作ってる戦場の風雅は RPG ですけども、なんでしょうね。やっぱアクションゲームって前に進むタイプのやっぱ主人公が多いっていう。で、犬人、猫人ってもちろんですけど、犬、猫がモチーフになってるんですけども、どうですかね皆さんのイメージってやっぱ、犬って、活動的というかね、前に進む感じがやっぱりあって、身体能力も高くてって。もちろん猫もそうなんですけども、猫は、よくね、性格的なものも言いますけど、ちょっと、天の弱だったり、自分勝手だったり、ちょっとね、人見知りなところがあったりとかっていうようなものがやっぱりあって、人懐っこい、タイプのやっぱ主人公とか、だったらやっぱイメージ、性格的にはやっぱどうしても犬になりがちだし、猫は猫のやっぱ性格というかね、イメージがやっぱあると思うんですね。なんで、結構、今まで作ってきた作品の多くが、主人公がやっぱ一歩前に出るタイプの、やっぱ活発なやっぱ犬人がやっぱ多くて、ヒロイン、ちょっとツンデレだったりとかね。そういうのがやっぱ猫人が多いっていうのはやっぱ作品のそのゲームの方向性と、物語の構造上のイメージですね。そこにやっぱ素直に、入りやすく、理解しやすいように、キャラクターを、作った結果だと思います。ちょっとね、なんでしょう、言い方はあれで、猫好きの方に怒られちゃうかもしれないですけども、天の弱なね、ちょっと主人公なんかだと、で、妖艶な感じなんかがあると、そういった猫人タイプの主人公が確かにいても、いいのかなと思いますけども、今んとこ我々が作ってきたものの多くは、そうじゃなかったっていう、だけで、これから、どうでしょうね。猫人、男、女、それぞれいるかもしれませんけども、ひょっとしたらね、そういう新しいタイプの、主人公像をまたこれから作ることがあるかもしれませんので、けど、別にね、犬人、猫人、世界観的にはね、犬人の人口がやっぱ多くて、猫人がちょっと少なくってっていう、世界観設定にしてるっていうこともあって、やっぱどうしても比率的には、犬人の方がやっぱ多くなりがちではありますけども、これから、せっかくいただいた、アイディアではありますので、なんでしょう、ご意見というかね、参考に、また新しい世界、作っていきたいなと思います。ご期待ください。では、また。